マーさんのレトロゲーのんびり実況始まるで。グラディウス3アーケードアーカイブス版やります。なぜ秋赤版と念押し。グラ3はスーファミ版もあるけん、ビギナーはパワーアップカプセルが多めに出ます。今回はノーマルモードでワールドヒーローズっぽい。デスマッチモード内でそれでは始めましょう。ドイドイ。 Destroy them all. ウェポンタイプは B 装備。 Beat up. 最強のリップルレーザーに高破壊力のスプレッドボム。めっちゃ力押しできそうな脳筋装備や、スプレッドボムはファミコン版グラディウス2で魅了されました。あれはめっちゃ強かったよな。それ以来スプレッドボムに目がないのです。あいきなりカプセルを取り逃がすボンミス。あ、やってもた。グラスイは今までのシリーズに比べてパワーアップカプセルの出現数が非常に少ないのです。まさかのオプションなしで砂の惑星に到着。やり直しますか？これはこれで頑張ってみる。了解。今回アーケードアーカイブスで遊んでいますので途中セーブを存分に活用していきます。グラスリワンコインクリアとか無理よ。それこそ何年もかかります。のんびり繰り返しやってそのうちクリアできるやろうと目論んでおります。ゲーセンで何度やっても進めなかった難しい集金部。明け赤を使ってついにその夢を叶えてやるでよ。 Multiple. オプションレッド。やっとまともな装備に。それでもオプション一つなんですね。グラディウス2とかやと中盤で3個1面終わる頃にはフル装備できる時もあるけん、このグラディウス3はかなり難しく作られているのがわかります。しょっぱなから結構むずいん。普通に一面でやられることもしばしばありますね。ほんまそれよ。この地面を歩いてくる敵ですが雑魚の癖して2ウェイ打ち漏らしたらその辺り歩き回られて画面が玉だらけになるけん要注意な敵や。出てきたらすぐに倒すのが良いです。一面から高低差があるけん地形の影とかに歩き回られたらめっちゃ厳しいなる。そしてここが難しい。竜とライオンが同時に襲いかかる。狭いけど竜をすぐに倒した方がええと思うわ。あ貴重なカプセルを見逃し全てのカプセルを回収できていればここでオプション2個目でした。あ、メンゴメンゴ。バコードは知らない謝罪の仕方。グラスリー遊んだらあの頃の記憶が。連語とか言ったことないでしょう。 Multiple. 2つ目のオプションレッド。やり申した。この雰囲気はステージラスト味を感じる。 Destroy them all. ボスです。ここまで一面としては結構難しかったですがボスは楽ちんなんや。だいたいこの真ん中あたりで撃っとったらいける。弾も少ないですね。そうなんよ。敵弾は稀に避けるだけで OK。 飛んでこんけんって油断したらあかんで。実際あまり飛んできません。ほんで油断して爆破もごく稀にある。ごく稀に川で洗う程度。何の話しよう。右足と左足の待遇の差を書いた漫画を思い出したのよ。左足はごく稀に川で洗う程度。吉田戦車先生じゃな。でもネットで検索しても出えへんわ。残念。あれ面白かったのに。4コマ漫画だった。そしてボス撃破。油断しても安心して倒せるグラスリーの両親。ちゃんと途中セーブしましょう。2面もむずいけんな。やられてもここからやり直せる安心感。ゲーセンで2面途中でやられたら初期装備で掘り出されて泡に押しつぶされてゲームオーバーやわ。もはや定番のパターン。ゲーセンの商売でやっとるけんの2面ぐらいで終わってもらわんと商売上がったりじゃわ。そんなお気持ちを開発者さんは配慮できとるわけや。ここでリップル取るんですね。突然ゲームの話題に戻るとかいきなりの急展開でビビったわ。何の実況でしたっけ？そんな急展開も的確に対処するで。早くしてね。なんやリップル。早くない。普通やったらオプション取るってことかいな。ま、おおむねそんな感じです。やられちゃった。しかし安心してほしい。セーブという機能を使えばそれっぽいところから再開もお手の物である。当然3つ目のオプションを取るぜ。ついでに歴史改変機能までしよう。リップルレーザーじゃなかったんですか？これはこれは楽しい。しょっぱなからやられすぎだがなぜか良い味。当然リップルよ。また歴史改変。今作のリップルはオプションレッド。シリーズ中でも最も広範囲に広がるんや。いいですね。そのリップルを使うたらぶつかってやられる外壁ギリギリに近づかんでも壁際の砲台を撃って懲らしめれるんやで。なるほど。それで最初はリップルを装備したんですね。そうや、今ぐらいの位置でも砲台倒せるけんや。倒せた。やろう。それなら何年2回目の時先にオプション取ったんですか？壁際の砲台倒そうとして壁に激突していましたが壁際行くん苦手な。だからリップルレーザーは手放せないんですよね。外せへんわ。だから背伸びしてオプション取って壁に激突。もう許して。クックック。さてゲームの方は2面も中盤を過ぎたあたりか
巨大な泡が出てきて、次第に画面左に押されていく。オプションをできるだけ前に出して泡に重ねてスプレッドボムを連発よ。高威力のスプレッドボムを存分に活かしたい。ですが、気をつけなければならないのは、スプレッドボムの爆風で敵の弾が隠れてしまい、見失うことがしばしば。これはほんま気ぃつけんとあかんやつよ。調子乗って連発しよって、その破壊力にうっとりしよったら爆風に紛れた弾に当たってお釈迦。そんな光景を何度となく見てきました。今の装備でもちょっとずつ後ろに押されとるのに。お釈迦の後、丸裸で復活したビッグバイカーが生還するのはかなり困難です。うちは生還できたことない。まあ、普通にゲームオーバーですよね。ゲーセンに優しいプレイヤー。店長もおっとり。しかしやめずにコインを入れるプレイヤー。月2000円のお小遣いでは全く太刀打ちできない、あまりにも凶悪すぎるゲームでした。泡で追い詰めて雑魚がバックアタックしてきよる。2面はたまに後ろから雑魚が襲ってきます。知らないと絶対やられるやつです。画面全体泡まみれになるけど、一番後ろに張り付くんは止めとこう。この難易度がグラスリ。この泡をクリアできたら脱初心者って感じやな。マーさんは何年もクリアできませんでした。そもそもグラスリーで遊べる機会が少なかった案もあるけど、極上パロデュースをワンポインクリアできるようになってやったるぜとグラスリーやったら2面でゲームオーバー。やっぱむずすぎんよ。それでもやってしまうのが不思議よ。なんか面白いよな。さて、ゲームの方は2面の終盤戦です。泡に包まれた雑魚が大量に出現。こいつらが後ろから追ってくる展開や。オプションを後ろに伸ばしてできるだけ倒していけ。あまりとも打ってこないのが救いです。3つもオプションあったら冷静に対処で割と余裕でいけるで。しっかり処理していきましょう。 multiple オプション4つでゲット。やっとこそフル装備に。ここで処理落ちがなくなります。これが本来のスピード。ほなセーブしとこか。ここからはボスも怖いですし、お寿司。まだちょっと雑魚おったん。後ろからもチョコザイな。逃げていきました。深追いはやめましょう。ぶつかったら嫌やしな。 eye ボスです。2面のボスはバブライ。最後の最後まで泡のステージですね。はじめはこの辺りでおったら潰されへんで。いい感じで近くを通り過ぎてくれました。こっからは画面内を反射する小さい泡に要注意。破裂する前に泡を壊せば OK。 危な。イージーセーフ。ボス本体の裏を泡が通ってくるんも注意や。正直裏を通られると襲ってくる泡が見えないですね。その辺りを頑張るんがミソやな。なんと撃破。なんとか撃破。セーブしときましょう。次の面はさらにヤバいけんな。はい、ポチ3面火山ステージ開始です。ー。グラディウス伝統の火山ステージ。もちろん熱火山もあります。ちなみにビギナーモードやったらこの面が最終面やで。最終面最後は派手に決めようぜ。と思っていたかどうかは分かりませんが、このステージはものすごく長く、ボスはめっちゃ凶悪な。ゲーセンで遊んどった時も長いな思っとったけど、明らかでじっくり見てみると2面を3周するぐらいに長かった。さすがは最終面大盤振る舞いですぜ。とはいうものの、ステージ前半は知らずに進むと大量の弾に囲まれて即お釈迦です。うちも2面クリアしがちは3面いけて喜び勇んだもつかの間。ほとんど遊べんとお釈迦やったわ。そうでしたよね。って BGM を聴いている。好きなんよ。はあミリーちゃん好きに喋っとって。突然の職場放棄、全部ぶん投げて音楽を楽しみたいようです。下の地面に一面でおなじみの 2way の歩行砲台ですが、ここは上部の砲台を倒すことに集中しておきたい。オプションを押し込んで壁の向こうの砲台を倒す。下の砲台はスプレッドボムでどうにかなります。3面は先ほどのように先手先手を取ってオプションを押し込み、砲台やハッチを倒しておかないとみるみるうちに画面型まで埋め尽くされてしまいます。今もオプションを押し込んでいますが、ちょっと遅かったか。ハッチからの敵の弾幕でもう危ない。やば。ステージ構成を知らないと、だいたいこんな感じで弾幕に押しつぶされておしかです。もっぺんやり直しや。今回はさっきよりもスムーズそうな感じ。上にオプションを残しつつ下の雑魚も対処やで。グッド。上の厄介な雑魚も倒せましたね。BGM に心を奪われていた時とは大違い。ほなけどちょっと先の砲台を倒したら隠し BGM が始まる。コロネよ、また BGM に酔いしれるつもりか。これはしゃあない。優秀なのんびり団員ならば見覚えがあるやろ。過去動画の魔界投資者がのんびり実況でもおなじみよ。あの時もうっとりしていましたね。来たぞ来たぞ。それはコロンが自爆する時のセリフ。先ほど矢印で示した砲台を倒したので、
グラディウス1の4面、サラマンダ2面、グラ2の1面のアレンジメドレーが始まります。正直な話、グラディウス3を遊んでいる時は BGM を聴いている余裕はないので、コロネにゆっくりする時間を与えてあげましょう。コロネはうっとりしていますが、火山が出てきました。しっかり打ち込んで、道を確保して進みましょう。玉火山も出てきました。スプレッドボムがあるので、下方向の攻撃力は何も心配もありません。こちらに襲いかかる火山弾には、適当にスプレッドボムをばらまいておけば、問題なく進めるはずです。BGM はサラマンダの2面に移り変わりました。コロネはまだまだうっとりしている。壁際の砲台の処理をしていますが、壁際は苦手と言っていました。うっとりしながらで大丈夫でしょうか？大丈夫ではなかったようです。失敗。コロネが戻ってきた。やっぱ壁際苦手よ。ここのハッチは雑魚が出る前に倒したいので、少し気がせいてしまったのかもしれませんね。それにしたって壁に突撃しすぎである。ゲーセンで幾度となく辛酸を舐めてきた経験。敵の弾を避けきれずにお釈迦はしょうがないけんど、壁に激突お釈迦は不甲斐ないにも程がありすぐる。今後の課題です。BGM がグラディウス2の1面に切り替わります。コロネはまたうっとりモードに入りました。ここからは上部の岩が落下してきます。ぶつからないように注意してください。背後から16方向に弾を撃つ雑魚も出現。オプションを後ろに配置して、出てきたところをすぐに倒せるようにできれば良いでしょう。前から来る分には何の問題もないですね。リップルレーザーの餌食にしてやりましょう。ここでは最後の岩が落ちてきます。前半戦が終わったけん BGM も通常に戻るで。 BGM は下に進みきると戻ります。途中で砲台がいっぱいあるけん引きつけてから加工するで。バリアで助かる。バリアに頼りっきりよ。下行ったら火山ゾーンに行くけど、ここは上ルートに決めよう。下は火山以外に何かありますか？どうじゃろう。火山ぐらいしかないな。下行ったら火山をスプレッドボムで消すぐらいしかやることないけん、せっかくだから俺はこの上のルートを選ぶぜ。せっかくだから色々やりたいですしね。壁の影に隠れたハッチをオプションめり込ませて倒したり、上下に大きくスクロールしていろんなところ行ったり、楽しめる要素は上の方が多いと感じるんよ。火山ルートはちょっと単調に感じます。あとはいろいろ敵を倒すけん、点数も上の方が稼ぎやすいかな。点数を増やすと残機が増えます。タイトル画面にも出とるけど、2万点で1アップ、その後は7万点取るごとに1アップや。今回はアーケードアーカイブス1なので、どうせやられてもセーブしたところから何度でもやり直します。なので、残機はあまり関係ありませんが、気合と時間でご利用しするで。そうやのうてもまだまだ中級者なもんで、スコアを気にできるほどのプレイには程遠いですわ。コツコツ積み重ねていきましょう。地道にちょっとずつ進めていくやで。地道にオプションをめり込ませていく。ほんでハッチを破壊。これは基本テクニック。これが基本だったなんて、当時はほとんど意識してなかったんだぜ。ですから3速までスピードアップして、オプションの幅を広げて、めり込ませやすいようにするわけですね。ほな計算速にして、速すぎて制御がおぼつかんと、壁に激突して自爆するわけや。本当におぼつかない。熟練度が足りへん。今後の課題ということで、先はまだまだ長いけんな。このステージの中盤戦も、まだしばらく続きます。マジか、もう結構喋ったで。スクロールも遅いですし、まだまだ続きます。そのスクロールのせいか、難易度はそんなでもないんが救いよな。休憩ゾーンとして癒されてください。なんとなく適当に進んでも、それなりになんとかなる。思い返してみたら、確かに癒しゾーンであったわ。これで BGM をじっくり聴けたらよかったんやけど。ここはそんなに燃えないと。個人の感想です。そんなことを話していたら、中盤戦ゴールの雰囲気がしてきました。大きな空間が空いとるな。迷路のような壁がなくなってきたので、もうすぐ癒しゾーンも終わり。大きな壁が見えてきましたね。中盤戦ももうすぐ終わりのようです。ちょっとずつ上に行くか。一気に縦スクロールすると、雑魚や弾に当たりそうで危険です。めっちゃ下の方にスクロールしてみたり。そして雑魚の変態がお出迎え。ちょっと危なかった。なんで自ら危険な行為をしようとするのか。次からはもっと快適にお願いします。要望を完璧にこなす所存。ここは終盤へとつながる通路で、どのルートからもここを通ります。普通のゲームやと一面クリアぐらいの長さであった中盤が、ようやく終わりを告げる。ただの通り道とはなどるなかれ、後ろから16ウェイを飛ばしてくる雑魚がたくさん出てきます。しっかりオプションを後ろに伸ばし、対策しておきましょう。ここも知らんとぼーっとしとったら、お釈迦になってもおかしいないで。また後ろから来ますよ。オプション配置して、準備 OK。もう少し背後の前面をカバーするように、オプションを配置すれば、
弾を撃たれる前に全滅させることができたと思います。やはり中級者、爪が甘い。漢字漢字で突き進んでいるように見えますね。とりあえず後ろにオプション配置。下の雑魚は取り逃がす。弾を避ければよかろうなのだ。ちゃんと避けられました。そうして後半の始まりです。穴を掘って進むゾーン。壊せる壁を掘り進む。できるだけ広範囲を掘れたらええ感じや。実際はサイドの方は掘れずに一点集中みたいになりますが、それも途中で壊せん唐揚げが。いや、岩がうずもれとる。壁を壊して支えがなくなると落ちてきます。この唐揚げ、いや、岩が邪魔で唐揚げ痛すぎる。掘れへんところに絶対ぶち当たる定めなんよ。途中の砲台やハッチもできるだけ倒しましょう。特にハッチを残すと大量の雑魚が出てきますし、大量の弾をばらまかれますのでお釈迦が見えてきます。むちゃんこ厄介な。今は順調そうですね。そうやな。唐揚げ、いや、岩も。もう唐揚げでいいんじゃないですか。唐揚げの対処も上々。唐揚げに阻まれて進めんくなることもなく、ええ感じで進めとるで。ええ感じで唐揚げ連呼し始めた。あそこのハッチ倒せてないな。気になりますね。でもハッチに気を取られて壁張りが愚かに。しかも結局倒せない。キャラオーバーで雑魚は出なかったんでしょうか。ほんでやっぱり追い込まれることに。あんなところにも唐揚げが。これは大丈夫でしょうか。下の唐揚げにオプションめり込ませて、唐揚げの後ろの壁を掘るけんいけるはずや。こんなこともあろうかとオプションを仕込んでいた。最後は絶対に唐揚げに追い込まれる。これは誰も逃げられん定めな。絶対絶命に思えた場面を乗り切ったようです。これでもまだ油断できん。こんな感じでまた一本道に唐揚げが行く手を阻む。これも織り込み済みよ。しっかりしたにオプションを仕込んでいた。ここまで来たらもう安心できるかな。そういえばスーパーファミコン版ではこの唐揚げ自体が難所に数えられることはなかったと思いますが、どういった変更がなされていましたか。スーファミ版やと唐揚げの色が黄色っぽくなっとる。唐揚げに見えません。ほんで唐揚げを壊せる。なんとそれはもう脅威ではありませんね。恐るるに足らずや。なもんでスーファミ版は3面もかなりマイルドで遊びやすくなっとる。良作と言われる縁。ワッセとったけど、この山にオプションめり込ませるん重要。あのハッチを破壊したい。ひょー。大量の弾が飛んできた。惜しい。目論見は失敗したけん、おとなしゅうに山の後ろに隠れるわ。非常にたくさんの弾を撃たれるので表にはとても出られません。ちなみにここは中ボスみたいな感じよ。初代グラディウスはボスのビッグコアの前にこのような感じの場面がありましたね。そうそう。1面は火山で、2面は大量のザブ。そして4面がこんな感じだったそうです。頭に岩の帽子をかぶっとる分パワーアップしとる。どのあたりがパワーアップしているんですか。どうやろか。見た目かな。コロネはいつもの適当な受け答えだったようです。1アップや。1アップオンしましたね。まだ出てくるんかいの。あと少しで終わります。ちょっとだけよ。飛んでくる敵は尽きたようです。ようやく懲らしめれたか。結構長いんよな。しかし本当にたくさんの弾を撃ってきますね。グラスリーが凶悪と言われるゆえん。Destroy the core. バリア削れた。しかもまだ撃ってくる。めっちゃしつこいん。やっと終わりました。助かったぜ。ほな、改めてボスです。3面のボスは皆さんから絶大な人気を誇るビッグコアマーク3です。むちゃんこ強いん。早速反射レーザー。こっちもいっぱい弾撃って処理落ちさせんとやばいで。通常速度ではとてもではないですが見切れません。マーさんがゲーセンで進めたんはこのボスが最高到達点やで。何やら安全に倒せる攻略法があるとか。そんなん知らん。本当に知りません。危な。残念。それでも私は何度でも繰り返す。繰り返すうちやがな。あはは。レーザーのストから撃ったらいけるやん。それはどうだろうか。これさすがに無理でした。懲りずに同じことを。どいどい。どいどい酒。いつもより奥左右に触れております。よくやった。修行は終わったようです。今回で倒すで。繰り返す。私は何度でも繰り返す。繰り返すうちやがな。よくやった。囲まれるレーザーの外に逃げてオプションで攻撃。1回目は安全に行えることが分かったようです。途中セーブないと無理やった。この段階で反射レーザーが終わる直前までは追い込みたい。こんなもんか。こんなもんですかね。反射レーザーはまあ処理落ちしたら避けれる。
ほなけどその後の4年レーザー連射はほんまきつい。噂では見た目以上の大きな当たり判定とか。きます。全部避ければよかなのだ。気合10分。ヒューヒュー避けるで。ゲーム画面のビッグバイターより、コロネの動きが気になりすぎる。めっちゃ見切っとるんちゃうん。猛コアがむき出し、あと一息。撃破。よっしゃー。セーブしようぜ。しましょう。では、今回ののんびり実況、グラディウス3、アーケードアーカイブス版、前編はこの辺りで。ご視聴ありがとうございました。のんびり実況では団員募集中。チャンネル登録や拡散、ほんまありがとう。コメントに拡散、本当に嬉しいです。ええ感じやったら他の動画も見てほしいで。言ってほしい、のんびり団員1億人。はよ絶好調で調子に乗りたい。このままだと団の面目丸つぶれ。ほな、次ののんびり実況の時間に、レトロゲーのんびり実況チャンネルで。